皆さん、暗い話は好きですか？憂鬱な過去、皆さんなら一つや二つありますよね。そんなあなたに刺さりそうな漫画紹介させてください。おもり。この漫画の良さを簡潔に言うと、1、トラウマ系の憂鬱な雰囲気を好む人が好きそう。2、過去にキャラクターに強い萌えを感じたことがある人は、この漫画のキャラクターの中でも皆さんに刺さる子が一人はいるはず。3、ゲームが原作なのでハマることができたら漫画とゲームとの違いも楽しめるようになる。そう、この漫画版おもりを楽しみ終わった後でも関連するコンテンツが充実していて長く楽しめます。この漫画の公式のあらすじを見つけたので読み上げると、心機一転を求めて生まれ育ったはるばる町から引っ越すことになった引きこもりの少年サニー。町を立つ3日前、幼馴染のケルに誘われて4年ぶりに家を出ると、以前とすっかり変わってしまったかつての親友たちと再会する。恐ろしくてドリーミーで心がズタズタになっちゃうと話題の青春ホラー、完全コミカライズ指導と書かれていました。これは間違ってないですね。恐ろしくてドリーミーで心がズタズタになっちゃうのは合ってると思います。ですが、僕調べていたら気になる部分があって、この漫画を出版されている講談社さんの公式サイトで、この漫画の宣伝をするための画像がページの最初に載ってたんですよ。その画像の一節にこう書かれていたんです。恐ろしく全てが愛に溢れた青春ホラー。これを見て僕は青春かはどうかは意見が分かれるかもしれないなと思いました。この漫画一巻の中でこの黒髪の無口男サニーを中心に暴力トラブル、人間問題が発生するので、原作ゲームもプレイしていた僕からして、この漫画での青春は世間的に言われるような、若々しい草木、汗、葛藤、そして恋愛みたいなものではなく、むしろ印象としてはもう草木はすでに枯れかけているし、汗の代わりに血液が流れているし、葛藤の規模も見たところ並大抵のものではないですし、僕の知っている青春とは違いました。まあ、若い頃、発育途中の時期って人間関係のトラブルも多いと思うので、そういう暗い部分も青春とするのなら、この漫画はド青春してると思います。それに、この漫画を表現する言葉として愛をあげるのはその通りだと思いました。けどこちらもなんかドキドキキュン好きだよというよりドク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 そう愛してるよみたいな愛なので、イチャイチャラブコメディを期待したら痛い目見ると思います。この漫画英語版も最近発売されたようですので、動画説明欄にリンクを貼っておきます。内容の紹介は以上になるんですが、これだけだとあらすじを紹介しただけになってしまうので、今回は個人的、これを知ったら読みたくなる漫画版おもりのいいところ3選を紹介します。1、おもりのストーリーを短い時間で楽しめる。これは原作と漫画どちらも楽しんでる方なら共感してくれると思うのですが、一巻のうちにかなりのスピードで話が進んでる印象です。そもそも原作おもり自体が隠し要素や世界観を楽しむためにフィールドを探索する時間、魅力的な敵キャラと戦うなど、いろんなものに目移りしてしまう結果、ストーリーを進めるのに時間がかかってしまうという部分があると思います。僕もゲーム版おもりをプレイしたことがありますが、その経験から考えて、この漫画一巻でゲームでの 4,5 時間の進み具合だなって印象です。漫画一巻を読むのには長くても1時間はかからないじゃないですか。なので、
ゲームから入るのはちょっとハードルが高いけど、漫画からなら試しに一巻だけ読んでみてもいいかなって思いませんか？そう考えると、漫画版おもりから入るのは、おもりを今から追いかけてみようと思ってる人にとっては、かなりおすすめのファーストステップだと思います。そして、漫画をきっかけに、ゲーム版のおもりも始めてみて、原作のストーリーと比較して、ここ漫画のオリジナルストーリーだったのねと気づく。そんな楽しみ方もできると思います。それに二つ目。絵柄が漫画の内容と合っている。今回作画担当されているこの糸ぬいさんの絵がおもりと合ってていいんです。本当はこのタイミングでぬいさん本人の絵を添付して伝えたいんですけど、著作権の問題があるので、今回は僕がこの糸ぬいさんっぽく描いた絵を使って紹介します。はい、ドン！今回はこの糸ぬいさんの絵の特徴を頑張って真似したサニーくん描いてみました。まず、黒色の使い方がいいんです。この漫画でのぬいさんの黒色って僕はすごくグロテスクに感じるんですよ。この漫画では頻繁に血液的なサムシングが書かれていて、その際にもう大量の黒が使われているので、その印象のせいで大量の黒が目に入ると、たとえショッキングではない場面でもちょっとメンタルがうわーって揺らぎますね。それに忘れてはいけないのが線のうにゃうにゃ。毛先だったり影の線で使われるこのうにゃうにゃが描かれているその世界や心の不安定さが伝わってきますよね。それに独特な瞳。基本的にまつげが長いのか、もしくは目力がものすごく強いのか、そして精神面の調子がちょっと悪そうな独特な瞳が魅力的です。これらを絵がうまいと一言で表現してしまえばこの話は単純ですが、よく観察してみると、もうこの糸ぬいさん以外にこのコミカライズを担当できる人はいないのではないかと思うぐらい、おもりとの相性がいいと思いました。この糸ぬいさんは Twitter アカウント現 X を運営してらっしゃるので、動画説明欄にこの糸ぬいさんの X のリンク、ぬいプーポー貼っておきます。そして三つ目。これはさすがに外せません。もうこれが一番言いたいんです。もうこの事実の前では、今回動画で話した理屈っぽいこと全部、些細なことですよ。いいですか？言いますよ。3、バジルくんが可愛い。もう一度言いますよ。バジルくんが可愛い。そうなんです。実はこのおもりというコンテンツには、スーパープリプリプリティボーイ。その名もバジルという男の子がいるんです。特にですね、この1巻の60ページ、Kindle だとナンバー63ページに書かれているバジルくんが、なんていうか、俺を誘惑してるんですかっつうぐらい甘い顔をしているんです。もうこのページのバジルくん見たら、僕はしばらく頭から離れないですね。もうこれだけで漫画1巻分の価値があります。他にも、Kindle 版86ページ目のみんなとお家に向かっている時のサニー君は白いチューリップみたいだねと話しながら楽しそうに可愛く歩いてるバジルや、Kindle 版100ページ目のサニーと数年ぶりに再会して助けてくれてありがとうと話しかけてはいるものの、サニー君の前でどんな顔すればいいかわからないみたいなバジル。実際のページを載せられないのが心苦しいな。実際のページめっちゃ可愛いのにな。いやー、おもりの漫画を買ったらわかるんだよな。今伝わってないかな。心苦しいな。知ってほしい。買えばこの可愛さがしっかり伝わるんだよな。概要欄に Amazon のリンク貼っておけばみんな買ってくれるような。伝わってほしいな。この漫画現時点で3巻出ていて、重版もされていて、英語版も発売されているようです。つまり今、間違いなく良い波が来ている漫画ちゅうことです。この楽しい波に乗るなら、早めがいいと思いませんか？いや、乗らないのも自由ですけどね。
いや、バージルくん可愛いんだけどな。今この波に乗らないならいつ乗るんだろう。ドイツだろう。こっちの世界は楽しいですよ。ご視聴ありがとうございました。ここで待ってますからね。